今日は曇りだなあ。塗装したのか。こっち誰だこいつ。コーヒー屋です。豆引いてんな。あ、引けました。ほら軽くなった。はい、おはようございます。おはようございます。本日はおかちゃんが来てくれてます。近い。おはようございます。今日はですね、塗装また、白塗り塗装を2回目を塗っていきたいと思います。やったね。ということでちょっと風邪気味ですが、頑張っていきたいと思いま移す。されに来ました。この人に移して俺は治ります最低。ということで本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。人月。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はおかちゃんが来てくれまして、引き続き、塗装の方を OSB パネルですね、塗っていきたいと思います。ケンエース、水性ケンエース白ですね、これを、塗っていくわけでございますが、やはりですね、ちょっとボードとボードの継ぎ目、パテやってませんので、どうしても黒く筋が出てしまうということで、おかちゃんにはですね、チョークボンドっていうんですかね、コーキングっていうんですかね、ノンブリードの、白い、チューブ系のコーキングのようなものを、継ぎ目にですね、入れてもらっております。でね、私の方は白の塗装をね、ローラーでやっております。やっぱりね、塗装はね、何回も塗っていくとムラがね、なくなっていきますので、はい、1回で、終わらせないということがコツだと思います。だいぶ涼しくなってまいりましてですね、秋めいてまいりまして、ちょっと私もね、鼻声と喉が痛いということで風邪なんじゃないかななんて思っておったんですが、もしかしたらこれ花粉症なのかもしれませんね。なんか、花粉症と風邪がですね、よく違いがわからないんですけれども、まあそれ以外は食欲もありますし熱もないので、これもしかしたら花粉症なのかなというような気もいたします。ということでね、皆さん体調はいかがでしょうか。やっぱりこの時期ね、体調を崩す方も多いと思います。気温の変化でね、涼しくなっておりますんで、もう今ね、はっきり言って冷凍庫のスイッチは電源は入れてないです。やっぱりお茶するときもですね、ホットコーヒーが飲みたいというような感じになってきましたね。つい先々月ぐらいまでは冷たい飲み物がね、冷たい麦茶が飲みたいというような感じだったんですけど、今はですね、あったかいもの
飲みたいと、またあったかいもの食べたいということでですね、この日もですね、あったかいラーメンを食べに行きました。おいしい。なんで？面白いですよね、これね。だんだんなるんだってある。悪魔になってきますよ。なるんだって。で口開けて。あ、なるんだ。悪魔になっちゃいましたね。ということで、くだらないことやってますけど、気を取り直してですね、はい、コーキングおかちゃんしてもらってます。カードですね。つまんないですね、ほんとね。これ塗装のシーンって一番つまんないですよね、ほんとね。はい、ということで、つまらないときは宇宙の話ですかね、やっぱね。前回も前々回もちょっと宇宙の話をさせてもらったんですけれども、皆さんね、もし月に旅行することができるようになった場合、行きますか？行きませんか？という質問を投げかけたいと思います。これがですね、意外と性格分析にもなるというかですね、私は月に行ってみたいですね、やっぱね。ほとんどの人が多分別に月行ってもなんか面白いアトラクションがあるわけでもないし、景色がね綺麗なところがあるわけでもないし、行っても面白くないんじゃないのっていうことで、わざわざ行きたくないなみたいな感じだと思うんですけれども、私はですね、行ってみたいです。なぜかというと、やはり地球をですね、宇宙から外から、見てみたいです。こんだけですね、青い海、綺麗な星、地球ですね。これはどうなってるんだろうということで、外から地球をぜひ見てみたいですね、死ぬまでにね。やっぱり普段ね生活で、身近なところでですね、悩むことって結構あると思うんですよ。例えば隣の誰々ちゃんが、ムカつくとか、上司がパワハラしてくるとか、なんか通勤電車で痴漢されそうだみたいなとか、結構そういう悩みがあると思うんですけれども、多分外から地球を覗いた時にですね、ちっぽけだな、なんでそんなちっぽけなことを考えてたんだろうなって、多分そんなことも考えられないぐらい忘れちゃってですね。また裏のおばちゃんから、卵いただきました。ありがとうございます。おかちゃんには食べさせません。いや、食べようよ。嘘ピヨン。いや、この後ね、おかちゃんも一緒に食べましたから、ご安心ください。ということでね、やはりちっぽけなことを忘れるためには、よく旅に出ろとかね、旅行に行けとかいうことがありますけれども、やっぱり今ここで悩んでいることがですね、ちっぽけに考えられるんじゃないかなということで、なんか帰ってきましたね。シュークリームまた休憩ですかね。じゃあこれ言っとかないと。これ材木屋さんにいただきました。ペンキが顔についてますね、やっぱね。おかちゃんの大好物のやつ。甘いもの大好
よいしょ。珍しいよね。2人とも酒飲まないからお前も好き。俺結構酒豪だけどね。コーヒーある？あ、すごい腰低い。大丈夫でございます。いやいや、こちらこそご丁寧。おいしい。あ、うまい。なんか手にクリームついてんだかコーキングがついてんだかわかんない。俺も財務課さんに「何塗装してきた?」って言われて「なんでバレた?」っつったら「顔についてる」って言われてバレー。ということでね、この日はですね、ご近所さん、2、3人の方に会ったんですけど、全員にですね、あれ塗装してんのって言われたんですよ。なんで知ってんですかって聞いたら、まあ教えてくれなかったんで、帰ってきておばちゃんに聞いたら、顔についてるよって言われて、ああ、顔についてんだと思ってね。はい。顔にペンキがくっついてましたね。はい。ということで、一通り、西面と南面の、塗装がですね、終わりそうなので、次、こちら入り口側、住居部分側の、OSB パネルを、塗っていくための、おかちゃんはパテ処理をしてくれてますね。で、マスキングテープで養生していこうかなというふうに、やっております。またね、荷物をですね、動かさなければいけないということでですね、はい、もう中はぐちゃぐちゃ状態でございます。いやでもね、まあコーキングしていくとですね、継ぎ目がなくなりますしで、継ぎ目がなくなるだけで、意外とこう筋が見えないのでムラに見えないということで、やっぱボードでパテの方が仕上がり綺麗なような気がいたしますね。はい。ということで私はね、ちょっと高いところ、こちらね、コーキング、おかちゃんやってくれたコーキングが乾いてきたので、その上をなぞっていこうかなということで、白いペンキを塗っていっております。ちょっとまだね、乾いてなかったのかな。この角とかは、塗らずにですね、やってますね。今日はね、手袋してます。ブルーの手袋をして、塗料がつかないようにやったにもかかわらず顔にはついてましたね。はい。ということで、はい、冷凍庫と冷蔵庫を動かしまして、そして、この分ね、ちょっと長さが OSB パネルがちょっと下長くてですね、コンクリのところにかぶってしまったんで、ちょっとおかちゃんに切ってもらいます。で、水平器、レーザー水平器をですね、持ち出してきまして、水平を見てカットしていきます。ということでね、この
の部分もちょっとですね、このちょうどシャッターのリモコンがあるところですね、この下、コンクリがちょっと出っ張ってるんですよね。だから OSB パネルをそのまままっすぐ貼っちゃうと、スカートのようにこう出てきちゃうということなので、ここはおばちゃんに切ってもらってますね。はい。ということで、おっとまたまた登場いたしましたね、レオくんのおっちゃん。これはですね、決して頼んで来て映っているわけではございませんで、本当にカメラのアングルの中にちょいちょい入ってきますよね、おっちゃんね。はい。ということで、またね、家のガーデンのところの、木をまっすぐ立てたいんだよっつって、どうやってやったらいいんだいみたいな感じでね、言われたので、レーザー水平機で、水平見れますよっていうことでね、じゃあ貸してみたいな感じで、いいですよっていうことで、持ってきました。ということで、OSB パネルにね、パテを埋めてですね、隙間を、塞いでいっております。物がねいっぱいあってね、非常にやりづらい場所でございますが、物をどけながらパテを埋めております。一通り、OSB パネルの継ぎ目にパテが埋まり終わりますとですね、下塗り剤を、塗っていく形になるわけでございますが、またここもですね、天井が高いのですからですね、はい。それとここはね、配線ダクト、運転板のところになりますので、配線の、集まっているところですね、ここをパテを埋めていきます。ということで変わりまして、こちら、私はですね、ローラーコロコロやっております。はい、そしてこちら、入り口の引き戸の、部分ですね。こちらも、一通りパテが終わりまして、私の方はですね、はい、ローラーで、白いペンキを2度塗りしておりますね。話はね変わりまして、日本のですね、ロケット H3 というものがありまして、これがですね3機連続で打ち上げに成功し、防衛通信衛星を搭載したですね、ロケットを発射いたしました。成功しましたね。そしてこれにより、日本の宇宙輸送システムの信頼性が向上し、今後の宇宙開発への期待が高まっているということなんでございます。H3 ロケットはですね、日本の宇宙航空研究開発機構、JAXA ですねと三菱重工が共同開発した次世代の大型基幹ロケットということで、 H2A ロケットの後継機として設計され、柔軟性、高信頼性、低
低コストを追求しているということでございます。特徴としてはですね、エンジン第1弾エンジンには新開発の EL9 エンジンを採用し、第2弾には EL5B-3 エンジンを使用しているそうでございます。固体ロケットブースターは SRB3 を搭載し、打ち上げ性能の向上を図っているということだそうでございます。2024年11月4日、H3 ロケット4号機が、防衛省の X バンド防衛通信衛星きらみき3号を搭載し、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたと。この打ち上げは成功し、H3 ロケットの信頼性がさらに高まりましたということで、イーロン・マスク率いるスペース X、も素晴らしいですけれども、日本のロケット技術も素晴らしいということで、もっとね、日本もね、頑張ってほしいなと思いますね。ということで、西面の、塗装がですね、ほぼほぼ終わりまして、だいぶ、ムラがなくなってきたのかなと思います。そしてこちら重業部分の、玄関部分と、引き戸の方ですね、こちらにマスキングテープで、養生しております。この養生で、テープが終わりましたらですね、いよいよ下塗り塗装をしていこうというふうに考えておりますね。はい、物がいっぱいあってね、はい、どかしながらやってますね。ということで、だんだんこの休憩場所もですね、手狭になってきましたんで、西面と南面が一通り塗装が終われば、ちょっとまた、移動させてですね、はい、それで、場所を作りながら塗装していこうというふうに考えております。この辺のね、養生もね、しっかりやっとかないと、ペンキぶちまけますからね、本当にね、この男はね。はい。ということで、これビニール付きのね、養生テープもしっかり貼ってですね、そして、もう窓全体をですね、養生していきます。しかしね、どうなんでしょうね、これね。フィックス窓、透明な、フィックス窓ね、非常に、見通しもいいですし、大きい窓なんで、私は気に入ってるんですけれども、室内丸見えということなんで、住居部分が丸見え。でも、住居部分から工場内、作業場内がですね、丸見えなので非常に僕は気に入っておりますね。はい、そしてこちら下塗りがいよいよ始まりました。まずハケでね、細かいところ角だとか、
サッシ上、そして、コンセント、周りですねをハケで塗ってですね、そして、本塗りの準備をするということで下塗り塗装を塗っております。やっぱね、この時点でOSB パネル結構ボコなもんですから、ある程度しっかりですね、塗料をですね、染み込ますと楽なのではないかなというふうに、思いつきましてですね、今回は、ちょっと、多めに、下塗り塗装をしっかり塗っていっております。前回まではね、この下塗り塗装を、ざっとやって、本塗り白いペンキを始めたんですが、今回は、しっかりやっていこうということで、本日は以上となります。はい、そしてこれは本日の作業内容となります。南面、西面、南面が、白塗り塗装を、2回目終わりました。ほとんどね、ムラがなくなってきていると思います。そしてこちら、住居側の、西面を下塗り塗装を始めました。途中でね終わってしまいましたが、次回やりたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。どちらさんですか？土木屋です。土木屋ですか。本日はですね、こちら南と西面の、塗装を2度塗り目をまだついてんのかな塗り終わりまして、はい、顔ついてる？顔ね、いつもついてる。こちらはムラがなくなってきたかなと思います。いい感じ。いい感じ。で、今度こちら側ですね、今下塗り始めまして、またやっていきたいと思います。バッテリーがないから。はい。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ということで、あたて。